バレットジャーナルとしてずっとこれまでセットアップの動画を撮ってきたんですが、書くということで気持ちが整理されたり、叶えたいことが実現に近づいたり、私自身書くっていうことの効果をすごく感じています。で、今私自身コーチングを学んでいるんですけれど、その学びの中でバレットジャーナルでやっていたことがセルフコーチング、自分自身のコーチングだったんだなっていうことに気がつきました。で、自分にとっての幸せとはとか、自分が本当にやりたいこと、自分のビジョンは何なのかっていうことを感じたことを繰り返し書いて、そして行動に移すっていうことは少しずつではあるかもしれないんですが、本当に自分にとっていい変化が生まれてきています。で、今回はそんなバレットジャーナルの10月始まりの新しいノートのセットアップをしました。で、今までとは少し内容が違っていて、自分の理想像とかありたい姿を実現させていくノートとして最初のページのところをセットアップしたので、その内容をご紹介していこうと思います。で、こちらが表紙のページです。2020年の10月から始まるので、こういうふうに書いています。で、こちらにはキーのマークを載せています。キーのマークは自分で好きなマークを考えて作っているんですが、主に日々の振り返り、一日の振り返りのところでこの目印を書いて横にその内容を書いていくっていう使い方をしています。日々の振り返りの書き方については別の動画でもご紹介しているので、よろしければそちらをご覧ください。そしてこちらとこちらが年間のスケジュールを書いておくための年間カレンダーのページです。余白の右側のところに予定を書き込んでいきます。バレットジャーナルは毎月新しくページを作って更新していくものなので、3ヶ月後とかの予定を書き込むページがないので、年間ページに書いておきます。で、こちらがマイビジョンと書いてるんですが、5年後、10年後、その先の自分がどうなっていたいかを書いておくためのページです。こちらの左上がビジョンを書き出すための欄になっています。ここのビジョンの欄には自分ができるだけ叶えたくなるような内容を書き出すようにします。また人生のビジョンっていうと何か大きなことを成し遂げるみたいな、そういった感じの印象も受けるかもしれませんが、必ずしも何か達成しないといけないっていうお話ではなくて、例えば周りの人を笑顔にする存在でありたいとか、誰かに勇気を与えられる存在でありたいとか、自分の中でこうありたいぞとか、自分の中の理想像みたいなものもここのビジョンの一つだと思います。とは言っても
ビジョンとか夢って何なんだろうって思う方もいるんじゃないかなと思います。実際にバレットジャーナルを始める前の私もそうでした。でも日々自分自身のことを振り返るためにバレットジャーナルを書いたりする中で、だんだんとそれが分かってきました。なのでビジョンとか本当にやりたいことを見つけるためにバレットジャーナルに日々書き込んでいく、そんな感じで捉えていただいていいんじゃないかなと思ってます。そういった人生のビジョンを踏まえた上で、下の方には、自分の理想的なライフスタイルを書いておくところも作ってみました。例えば時間とか場所にとらわれない暮らし方をしたいとか、そういう理想的な自分の思うライフスタイルとかビジョンっていうのを自分の手で書き出してみることがすごく効果的だと思ってます。そしてこちら右ページは、自分の未来の年表です。左の人生のビジョンを書き出した上で、それを踏まえた上で具体的に何歳には何をしていたいとか、これを達成していたいとか、そういった内容を書いておくものです。先ほどの人生のビジョンっていうと割とくくりが結構大きいので、こういった風に何歳でどんな風になりたいっていう少し期限を作ることでより見えてくるものがあるんじゃないかなと思って作ってみました。でここまで書き出したら、こちらこの10月からの1年間をどう過ごしていくのかっていうところに入ってきます。で1年間どんな自分でありたいかということとともに、ここのページで具体的に自分が取り組んでいきたいアクションプランを考えていきます。個人的にこういうふうにシーズンごと、夏までに何を達成するとか 3,4 ヶ月のスパンでプランを立てると結構実行しやすいです。例えば、今10月なので今年の12月まで3ヶ月の間までにYouTube を始めて動画編集をできるようにするとか、そういう3ヶ月くらいのスパンで目標を立てて、それをもとにこれから毎月の目標を立てていくっていうような感じです。そしてこちらが1日のルーティンを見直すためのページです。このページは以前も少しご紹介したんですが、ルーティン1日の過ごし方は定期的に見直すといいと思っているので、新しいこちらのノートのセットアップのタイミングでまた作りました。でここが、平日の過ごし方で休日の過ごし方を書き込むようになっています。で右のページは先ほど書いた人生のビジョンの実現のために日々積み重ねていきたい項目っていうのを書き出しています。そして下には健康と美容のために日々積み重ねていきたいということを書いています。でこういった項目を書き出して、左の1日の、朝から夜のタイミングの中でどこでできそうかっていうのを入れていくように作っています。この項目の中は毎日やりたいことと週に1回程度やろうかなっていうものが入っているので、週に1回やりたいことは週末の方に書き込んでいます。そしてこちらが読んだ本のタイトルを書いていくページです。これは以前も作っていたページなんですけど、本棚を少し大きくしました。そしてこちらが10月の表紙とカレンダーとインスピレーション、感じたことを書き留めておくのと、ひらめいたアイディアを書き込んでおくページです。でこちらが最後にいつも通りのウィークリーページです。週の目標や
習慣トラッカーとか1日の振り返りを書いていくためのページになっています。といったところまでが新しいパレットジャーナルの最初のページのセットアップ内容でした。これで4冊目になるんですが、パレットジャーナルがビジョンに向けて行動を起こすためのものに私の中で変わってきているので、今回はこういった内容になりました。インスタグラムの方にも写真をアップしておこうと思います。それでは最後までご覧いただいてありがとうございました。テンプレートの方は概要欄に URL を貼っておいているので、もしよろしければお使いください。皆さんにとって10月がいい1ヶ月になりますように。